この鶏胸肉を使ってスパイスの効いたチキンボールをカレーのグレービーで煮込むチキンコフタを作ります。揚げたてのチキンボールはそのまま食べてもとても美味しいので、バーガーのパティにしたりおつまみにもおすすめです。まず最初は鶏胸肉をミンチにしていきます。鶏胸肉約 580g を皮を剥いでざっくりカットして容器に入れます。もちろん最初からひき肉の状態のものをご用意していただいても大丈夫です。今回は少し多めにチキンボールを作って今晩のおつまみにもする予定です。春から夏にかけてはベランダのミントの成長が著しいので収穫して一緒にボウルにしています。そうするとミントの爽やかさとスパイスが良いコンビネーションを発揮してよりエスニックな仕上がりになるんですよね。ニンニク5つもペーストにする手間を省くために一緒にフードプロセッサーにかけます。うちの夫だけかわかりませんが、暑い夏は体を温める生姜はカレーに入れないでと言われるので加えていませんが、皆さんはお好みで追加してくださいね。鶏肉のミンチが出来上がったら具材を入れて味付けをしていきます。加える材料は玉ねぎ1/2個をみじん切りしたもの、卵1個、塩小さじ1と1/2、続いてターメリックパウダー小さじ1/4、コリアンダーパウダー小さじ2、クミンパウダー小さじ1、ペギーミルチ小さじ1と1/2、ガラムマサラ小さじ1。ガラムマサラをチキンカレーマサラで作る時もあります。そしてカスリメティを小さじ3加えます。カスリメティは手で揉んで加えるとより香りが際立ちます。カスリメティの代わりにコリアンダーリーフを刻んで加えるのもおすすめです。お肉だけよりもグリーンを加えることで味はもちろん見た目にも美味しさが引き立つのでおすすめです。続いて粘り気が出るまで全体をよくこね合わせます。よくこねたらボウルにしやすいようにつなぎとしてベー酸かコーンスターチもしくは片栗粉を様子を見て加えていきます。丸められるくらいの硬さになったら手にしっかりと油を塗ってから丸めていきます。どうしてもひき肉が手にくっついてしまうのでお団子状に丸めるたびに手に油をつけて丸めるとスムーズに成形できると思います。では次はコンロの前に移動します。揚げ油を温めたら丸めた鶏肉のボールをスプーンですくって油の中に入れます。中まで火をしっかり通すために油が高温になりすぎないように注意して揚げてくださいね。揚げている間は中火と弱火の間の火力にしています。片面約3分半じっくり揚げたら裏返します。美味しそうなきつね色に上がっていますね。裏面も約3分揚げたら油からバットに上げます。余熱でも火が中まで伝わるので約5分置くとこんな感じです。ちょっと味見してみましょうか。大きなチキンボールですがしっかり中まで火が通っていますね。このまま食べても美味しいですし、ケチャップやトマトチャトニをつけて食べても美味しいんですよね。では次はカレーのグレービー作りです。コフタにはドロッとしたグレービーが合うので一手間かけますよ。まずはフライパンに油大さじ3を入れよく温めます。続いて玉ねぎ1個と半分をみじん切りして加えて全体に油が絡むように一度全体をよく混ぜます。混ぜた後は最初からずっとかき混ぜ続けるのではなくしばらくそのまま放置して焼くように炒めると水分が飛びやすくなります。その間に洗い物などもできるのでおすすめです。玉ねぎが半透明になってきたらニンニク4個と青唐辛子2本をみじん切りして加えます。このまま炒め続けて 7,8 分くらいするとフライパンに油分が戻ってくるのを感じ、さらに炒め玉ねぎにまとまりが出てくると思います。そうなってきてからさらに1分炒めると玉ねぎ味のカレーにならないパーフェクトな炒め玉ねぎができると思います。炒められたらボウルに移します。そこにトマト缶大さじ4とプレーンヨーグルト大さじ4を入れます。そしてハンドブレンダーでペーストにします。この一手間で滑らかでドロッと濃厚なカレーのグレービーになるというわけです。
さあ、ここまで来たらあともう少しです。じりじりとした夏には、なぜか汗をかきながらでもスパイスの効いた辛い料理がたまらなく食べたくなったりしますよね。そんな時におすすめのパウダースパイスをより際立たせる方法をご紹介しますね。小さなボウルにターメリックパウダー小さじ4分の1、コリアンダーパウダー小さじ2、クミンパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1、そして水約 80cc を加えてよく溶きます。そして先ほど炒め玉ねぎで使ったフライパンにギー大さじ1と油大さじ 1.5 を加え、温まったらこの水溶きスパイスを加えます。そして中火と弱火の間の火力で炒めます。いつもと違った作り方ですよね。スパイスの蒸気で蒸せやすいのでしっかり換気しながら調理してくださいね。パウダースパイスは時間が経つと香りが弱くなり、引き立てのような鋭い風味や刺激が感じにくくなります。そこで今回のように水溶きパウダースパイスを油で炒めると加熱によって香りがよりしっかりと立ち上がります。こうすることで鮮度が落ちたスパイスでも香りや風味をしっかり引き出すことができるんです。今回はパウダースパイスだけ使っていますが、とろっとしたグレービーのカレーを作るときはホールスパイスの使い方にも気をつけています。炒め玉ねぎと一緒に炒めてホールスパイスごとミキサーにかけてペーストにするか、今回のように全くホールスパイスは使わずパウダースパイスだけで作るか。つまりグレービーが濃厚な場合、食べながらではホールスパイスが見つけにくくなるため、誤って噛んでしまわないようにホールのまま残さないようにしています。水溶きスパイスの炒め加減の目安は、スパイスと油が馴染んだ後、油が表面に浮いて油とスパイスが分離してきたらしっかり炒められたサインです。そうしたら先ほど作った炒め玉ねぎとトマト、ヨーグルトのペーストを加えて炒めます。ボウルに残ったペーストも少量の水を加えてすすいでフライパンに余すことなく戻してくださいね。炒める時の良い水分加減にもなりますので。全体がよく混ざったら蓋をして約8分煮込みます。水分が少なくなってくると焦げやすいので、時々蓋を開けてかき混ぜて様子を見てくださいね。8分経ったら、先ほどと同様に油が表面に浮いて、OK サインを教えてくれます。そうしたら水を 200cc から 300cc ほど加え、塩小さじ1と少々加え、蓋をして再沸騰を待ちます。沸騰したら、ここでいよいよ最初に作ったチキンボールをカレーの中に入れ、蓋を少しずらして開けた状態で 4,5 分煮込みます。途中かき混ぜてチキンボール全体にカレーのグレービーが行き渡るようにかき混ぜてくださいね。最後にカスリメティを手で揉み入れたら、ついにチキンコフタの完成です。तेरी यादों का जादू सपनों में बस तू ही तू दिल से दिल का रिश्ता है रूह तक भी बहरा है तेरे ख्यालों में खो जाए हर पल तेरा साथ पाए होठों पे मुस्कान जो आए मन मेरा ये तुझको चाहे तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां प्यार
प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमान।